あなたの頭の中に入り込み、決して忘れることができない恐怖。今夜はそんなアナベルをご紹介します。いきなりの恐怖映像で申し訳ありませんでした。ココアトチャンネルへようこそ。今日はココアトチャンネル始まって以来のホラー映画のご紹介です。実は私はホラー映画を結構見てます。結構大丈夫な方なんですけれども、今日ご紹介するのはアナベルといって、ホラー映画を好きな皆さんだったらもうすでにご存知だと思いますけれども、このアナベルというお話は実話を元に作ったホラー映画だそうです。ネット上で実話の方のアメリカの新聞記事の方も見たんですけれども、実話の方はこういうリアルな人形じゃなくて、ちょっとぬいぐるみでできた人形のような、そんな感じでした。いくつかシリーズが出てるようなんですけれども、私それ全然知らなくてこれだけを買ったんですけれども、人形っていうのは私も本当に作品のテーマにしてるので、何か参考になるかなと思って買ったんですけれども、本当に怖かったです。私は他のシリーズを見てないんですけれども、十分この1本で怖さも伝わってくるし、きちんとストーリーも内容もわかるので、1本見るだけでも大満足でした。ここからちょっとネタバレです。あらすじを言いたいと思います。実在の恐怖体験研究家のご夫婦が体験した不吉な出来事を描いた大ヒットホラー資料館のスピンオフ。同作に登場した人形アナベルを手に入れた夫婦が遭遇する壮絶な恐怖と呪いのアナベル人形誕生の秘密を描く。出産が近い若い奥さんは人形が大好き。そんな人形好きの奥さんに夫から前々から欲しかったヴィンテージ人形をプレゼントされる。ある夜2人はオカルト集団の男女から襲撃を受け、なんとか命を取り留めるが、人形に恐ろしい呪いがかけられてしまう。やがて待望の子供が生まれ、2人は新生活をスタートさせるが、人形をめぐり次々と不可解で恐怖な現象が起こり始める。夫から人形をプレゼントされた奥さんが本当に喜んで、わあ素敵な人形っていう風な感じで抱きしめるんですけれども、どう見てもホラー的な人形なんですね。その辺がアメリカ人と私たちではちょっとギャップがあるのかなと思ったりもするんですけれども、誰が見てもちょっとホラー的な怖い人形かなとも思ったんですけれども、人形好きで人形コレクターだったら怖さも含めて集めてらっしゃるのかなって感じで思ったんですけれども、私は人物画を描きますし、今後人形も作っていきたいな、人形も欲しいなっていうぐらい思ってるので、人物画とか人形それほど怖いというような感覚ではない方なんですけれども、その私から見てもこの人形は怖かったです。しかもそれを寝室において一緒に寝るっていうのはちょっと感覚が考えられなかったんですけれども、ストーリー的には賛否両論あって、特にラストシーンに納得いかないっていう風な声もあるんですけれども、ホラー映画にそこまでの辻褄とかっていうのはどうなのかなともいろいろ考えたりしてて、もう本当に終始見てる人を怖がらせるような視覚っていうのがもう随所に見られましたし、私はホラー映画が得意と言いながらドキッとする場面ではやっぱり叫んでしまうんですね。その叫び率は高かったです。もう本当に何分かに1回叫んでたというか、本当にびっくりする場面がいっぱいあって、あとイライラする場面もいっぱいあるんですね。もうちょっと早く逃げたらいいのに、なんで早く逃げないのっていうところで逃げなかったりとか、なんでそこで気づかないのっていうところがたくさんあるんですけれども、そこも含めて作り手の狙いにはまったのかななんて思ってるんですけれども、難しいですよね。ホラー映画って見る前にあんまり話してしまうと怖さも半減してしまうので、どこまで話していいのかっていうのがあるんですけれども、衣装の作り込み方とか照明の作り方とか家具の配置とかドアの感じとか、視聴者がどうやったら怖がるのか、視聴者がどうやったらびっくりするのか、視聴者がどうやったら気持ち悪がるのかっていうことをとことんまで追求して作ったような、そんな映画だと思います。潜在的に人形が怖いっていうような奥底に眠るそういう恐怖心をかきたてられるような、そんな仕掛けが満載の映画でした。確かに本当に恐怖で怖くて、ホラー映画がちょっとでも苦手な人には絶対おすすめできない映画です。ホラー映画が大得意で、どんなホラー映画も大体大丈夫ですよっていう方には大おすすめの映画なんですけれども、本当に怖いのが苦手っていう方は絶対見ない方がいいと思います。そのぐらい怖いです。なぜなら本当に実話を元にしてあるので、そういう背景があって見てるので、本当になんかゾクゾクってする場面がたくさんありました。怖さを別としたら、私は作品的には本当に参考になる場面があったし、見せ方とか顔の表情の作り方とか、そういう面では本当に参考になる部分がたくさんあったんですけれども、映画としても本当に怖い一本になっています。正直言うとお腹いっぱいというか、
これを見てもうシリーズ全部見たくなったなっていう感覚は正直そんなに湧き起こらなかったんですけれども、せっかくなのでまた何か機会があったらこのアナベルの他のシリーズも見てみようかななんて思っています。人形のホラー映画って言ったら皆さんもご存知のチャイルドプレイ、あれは私も本当に前作見たんですけれども、チャイルドプレイとはまた別の怖さがありますよね。ああいう風に本当にアクション的に怖いというよりも本当に心理的に訴えるような怖さがあるような、そんな映画だと思います。ホラー映画で人形ものが大好きな方はぜひご覧になってはいかがでしょうか。ホラー映画アナベルをご紹介しました。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。よろしければチャンネル登録お願いします。赤いプロフィール画像はココアートチャンネル、上では外作がメインチャンネルです。おすすめ動画もよかったらご覧ください。それではまた次のココアートチャンネルでお会いします。ありがとうございました。